こんにちは、東京ベジライフです。今日はプラントベースの食事で健康的に痩せるヒントとレシピをご紹介します。プラントベースの食事はお肉、お魚、卵、乳製品などの動物性食材を取らず、野菜、穀物などの植物性食材中心のもの。野菜には多種多様なミネラル、栄養素が含まれていて、たくさん食べても低カロリーで太りにくいだけではなく、食物繊維も豊富なため腸内環境が整えられ、便秘体質の方にありがちなぽっこりお腹も防げます。また動物性コレステロールを取らないことで血栓ができにくくなり、糖尿病をはじめとした病気予防にもなります。動物性食材摂取と肥満との関係性、糖尿病やがんなどの病気との関係性の詳細については動画の概要欄をご覧ください。私は植物性のタンパク質をしっかり摂りながら、野菜、穀物、ナッツ、チーズ、海藻、キノコなど幅広い植物性食材を摂るビーガン生活を始めてから、自然と体重が4キロから5キロ減り、それから健康的な体重を維持できていますが、プラントベースの食事をとっていてもなかなか思うように体重が減らないということもあると思います。そこで今回はプラントベースの食生活を送りながら健康的に痩せるヒントとレシピをご紹介します。動物性食材を摂っていないのに体重が減らないという場合は、塩分、油分、糖分のいずれか、または2つ以上摂りすぎている可能性があります。塩分、油分、糖分はそれぞれ体に必要なものですが、体にとって健康な水準に維持することが重要です。塩分を摂りすぎ、血液中の塩分濃度が高くなると、塩分濃度を薄めようと体は自然と水分を溜め込もうとします。するとその分体重が重くなり、溜め込んだ水分がぽっこりお腹や顔、足のむくみとなって現れてきます。塩分をカットするにはまず普段のお料理でお酢やスパイス、ハーブを足してみましょう。お料理に風味や香りが加わることで味付けに頼る必要がなくなり、塩の量を減らして下味程度にしても味気がないと感じなくなりますよ。普段のお料理で風味や香り付けを賢く使うほか、塩を塩麹にスイッチするのもおすすめです。目安として塩麹の量は塩の量の2倍、塩小さじ1のレシピであれば塩麹小さじ2を加えます。塩麹の中に含まれる塩分は 12% から 20% 程度のため、塩の量の2倍を使用しても 60% から 80% 程度塩分をカットでき、麹によるコクやうまみもプラスできます。外食が多く塩分のコントロールが難しいという方は、アボカド、かぼちゃ、人参、玉ねぎ、キャベツ、海藻などの体内の塩分を排出する働きがあるカリウムが豊富な野菜を選んだり、同じくカリウムが豊富なバナナ、ナッツ類をおやつにするといいでしょう。ダイエットというと徹底的に油分をカットする方もいますが、油分はエネルギーの元となり、脳や腸の働きを助ける必要不可欠なものです。一方でコクと満足感を与えてくれる油分をついつい摂りすぎてしまうということも多いと思います。油分の摂りすぎを防ぐために、まずは液体になった油ではなく、アボカド、ナッツ類、ごまなどのシーズ類、オリーブの実など丸のままの形の食材を積極的に取り入れ、満足感のある食事にしてみましょう。同時にドレッシングやマヨネーズなど市販のものではなく、お家で作ることでオイルの量をコントロールするのもおすすめです。今日ご紹介するのはグリルアボカドのコールスローのっけ。コールスローのドレッシングのベースは2種類。まずみじん切り玉ねぎマリネ。玉ねぎ1個をみじん切りにし、レモン1個を絞り入れ、オリーブオイル大さじ1、塩麹小さじ1を加え、冷蔵庫で30分以上置きます。次に水切りした絹豆腐半丁、マスタード小さじ2、米酢小さじ2、オリーブオイル大さじ2、レモン汁小さじ1、塩小さじ1/2をブレンダーにかけ、ビーガンマヨネーズを作ります。コールスローの野菜、人参小1本とキャベツ1/4個は千切りにし、塩少々を振り入れ、水分が出てきたら絞ります。野菜をビーガンマヨネーズ大さじ2とみじん切り玉ねぎマリネ大さじ2で和え、グリルしたアボカドの上に乗せたら、ざく切りにしたくるみをトッピングします。
ボリューム満点のサラダでそのままランチになりますね。油での調理にも一工夫。揚げ物は週に一度程度であれば問題ありませんが、油をなるべくカットして作りたい場合は、フライパンに多めの油を熱し、揚げ焼きにすれば油が少なく済み、後始末も楽々です。さらに油をカットしたい場合は、衣をつけた後にスプレー状のオイルを吹きつけ、オーブンで焼き色をつける方法もあります。今週はちょっと油を取りすぎているなと思ったら試してみてください。炒め物もついつい油を使いすぎてしまいがちですが、油蒸し焼きで油の量を必要最低限に抑えられます。野菜に小さじ1の油を入れ、しっかりとコーティングしたら、塩麹小さじ1を入れます。フライパンの蓋を閉め、火をつけたら弱火で野菜に火が通るまで蒸し焼きにします。最後に火を強め、お好みの焼き色をつければ完成。油をすぐ吸収してしまうナスや、火が通りにくく油を多く使いがちなブロッコリーなどもヘルシーに美味しく炒められます。塩分や油分をカットしても体重が減らない場合は、糖分の摂りすぎが原因に考えられます。糖分と聞いて思い浮かぶのが砂糖、黒砂糖、蜂蜜、メープルシロップ、アガベシロップなどは白砂糖よりヘルシーなイメージがありますが、どれも糖分ということには変わりないため、摂りすぎには注意が必要です。糖分の摂りすぎを防ぐために、まずはお料理に使う砂糖を米麹と同分量のお水を発酵させて作る濃縮甘酒に変えてみましょう。塩麹と同様に甘みだけではなく、コクと旨みを足してくれます。砂糖など以外の糖分として、お米やパン、麺類などの炭水化物があります。炭水化物は同じものでも、なるべく栄養素が取り除かれていない未生成のものを選びましょう。お米であれば、玄米は白米の約 4.7 倍の食物繊維、約 3.3 倍の脂質があり、それらが糖質の吸収を抑える働きをしてくれます。そして食べる順番も重要です。炭水化物などの糖分を初めに食べると、血糖値が急激に上がり、それを下げるためにインスリンが大量に分泌されます。インスリンは使い切れなかった糖分を脂肪に変えて蓄える働きがあるため、それだけ太りやすくなると言えます。炭水化物をおかずの後にすることで、血糖値の上昇が緩やかになり、インスリンの分泌も抑えられます。糖分といえば、デザート、おやつ、油分と同じくおすすめなのは、精製された砂糖やシロップなどが入ったお菓子ではなく、甘みのある食材を丸のまま食べること。ビタミンやミネラルが豊富な果物や食物繊維が豊富なふかし芋はおやつにぴったり。ただし果物も糖分が高いものが多いため、スムージーにする場合はベースにジュースではなく水や植物性ミルクを使い、野菜を中心にして果物の量は抑えましょう。市販のジュースやスムージーは糖分が高い果物が凝縮されて入っていることが多いため、注意が必要です。炭水化物から食物繊維を引くと糖質の量が計算できますが、この小さなジュースのパックに 14g 以上、角砂糖 3.5 個分の糖分が入っているのです。どうしてもお菓子が食べたいという時は、白い小麦粉、砂糖という糖分がたくさん入りがちな生地がなるべく少ないお菓子がおすすめです。今回は小麦粉不使用のグルテンフリー生地を使った2種類のお菓子のレシピをご紹介します。1品目は豆乳ヨーグルトを使ったレアチーズケーキ風。生アーモンド2分の1カップ、オーツ麦2分の1カップ、砂糖大さじ2分の1、塩1つまみをブレンダーやフードプロセッサーに入れ、粉になるまでひきます。米油大さじ2を加え、ヘラで側面についた分を取り除きながら、手でまとまるくらいまでパルスします。底が取れるタイプのケーキ型に、生地を一定の厚さになるように固めながら敷き詰めます。180度に予熱したオーブンで10分ほど、生地がほんのり色づくまで焼きます。ざるの上に清潔な布巾に包み、一晩水切りした豆乳ヨーグルト4分の3カップ、ココナッツミルク 50ml、濃縮甘酒大さじ3を合わせ、滑らかになるまでヘラや泡立て器でよく混ぜ合わせたら、弱火にかけふつふつとするまで温めます。水 100ml にアガー小さじ2を加え、強火で沸騰させながら溶かしたら、ヨーグルト液に加えて手早く混ぜ合わせます。焼いておいた生地の上に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めます。トッピング用にいただいたカシスを濃縮甘酒と煮て、カシスソースを作りました。ブルーベリーやラズベリーのソースと合わせてもいいですね。
次に同じ生地を使い、イギリス生まれのクランブルを作ります。クランブルはフルーツの上にそぼろ状の生地を乗せて焼いたもので、タルトを逆さまにしたようなお菓子です。今回使うのは少し前に買って冷凍しておいたルバーブ。濃縮甘酒と一緒に弱火で10分ほど蒸し煮にします。無水調理鍋ではなく普通のお鍋を使う場合は少しお水を足してください。リンゴやベリー、プラム、桃などでも美味しくできますよ。甘酒の量は果物の甘さに応じて調整してください。耐熱容器に煮たルバーブを入れ、生地をところどころ固めるようにしてトッピングしたら、オーブントースターで5分ほど生地の表面がこんがりするまで焼けば出来上がり。フルーツ部分を先に作っておくことでオーブンを使わずに手軽にクランブルを作れるのも魅力ですね。最後に食事に加えて適度な運動も重要。特にヨガの太陽礼拝 B のように下半身の筋力をつける体操やトレーニングをしてみてください。下半身が強くなると普段の運動効率、新陳代謝が格段とアップします。ジョギングやテニス、水泳などの有酸素運動をしているのに痩せないという方にもおすすめです。いかがだったでしょうか。今日はプラントベースの食事で健康的に痩せるヒントとレシピをご紹介しました。調理法や食べる順番を工夫しながら、なるべく丸のままの形で幅広い植物性食材を摂ることで、ただ体重を減らすだけではなく、病気に負けない体を作り健康を維持することができますので、ぜひトライしていただければと思います。それでは See you next time!